MSM07 ズゴックユニコーンバージョン。 MIP 社が開発を担当したジオン広告群の量産機で水中行動が可能な水陸両用モビルスーツに分類される機体。通常のモビルスーツと違って首がなく、胴体自体にジオン系モビルスーツの特徴であるモノアイカメラを内蔵している。他にも蛇腹のような構造の手足、両手の鋭い3本の爪、アイアンネイルといった独特の構造を持つ。機動戦士ガンダムユニコーンでは地上のジオン残党軍が扱うモビルスーツとしてグリーンカラーに塗装された本機が登場。トリントン湾岸基地襲撃作戦に参戦するが、湾岸基地上陸後にバイアランカスタムのメガ粒子砲によって撃破された。皆さんどうもお疲れ様です。プラシキです。本日は機動戦士ガンダムユニコーンに登場したズゴックユニコーンカラーバージョンを作っていきたいと思います。2013年11月発売、プレミアムバンダイ限定で販売価格は3300円となっています。ここ最近の動画投稿がユニコーンバージョンばっかりなのは、プレ版からまとめてドーンと届いたのが原因となっていますが、今回はこのズゴックのユニコーンバージョンですね。以前コメントで優しい方が量産機のユニコーンバージョンですよというのを教えてくれたので、どのようになっているか見ていきたいと思います。それでは早速内容物をチェックしていきましょう。内袋が1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ。そしてランナーですが、このような数となっていますね。マスターグレードらしいんですが、結構同一ランナーが多いような、そんな印象を受けました。このようにランナーを見てもらうとわかるんですが、同じランナーの色違い、各所色が違うものが付属していますね。このような感じになってます。こちらは内部パーツ、こんな感じ、パイロットもついてますね。で、こちらが ABS 素材となっていました。そしておなじみのこのゴム製のふにゃふにゃしたパーツも付属をしていました。そしてこちらがポリキャップ、そしてガンダムデカール、そしてこのマーキングシールですね。そしてこのホイールシールも付属をしていました。そして説明書は量産型ズゴックの説明書となっていましたね。このような感じのブルーのおなじみの量産型ズゴックの説明書、工程数もそんなに多くはない説明書となっていました。いいですね、懐かしいですね、このカラーリング。そしてこちらがプレ版用の説明書。こちらの方に余剰パーツですね、この赤で囲んでる部分は使いませんっていう風に結構な数が載ってるんですが、お値段はなんと量産型と同じ値段の3300円となってるので、ちょっとお得感があるんでしょうか。さあ早速ですが、胴体と頭部の内部パーツを見ていきたいと思います。以前シャア専用ズゴックを作ったので、もう基本的な構造はやはり同じですね。このような感じで物合いも左右へ動かすことができるようになっています。そしてこのフィンの部分ですかね、この部分も稼働するギミックがついています。そしてこちらがバックパックの部分ですね。このような感じの内部構造となっていました。続いて腕部の内部パーツ、このような感じですね。腕のこの蛇腹のような部分に関しては内部パーツという内部パーツあまりないんですが、このちょうど部分、ここにシャア専用の方は動力パイプがついてた気がしますね。そしてこちらが脚部の内部パーツとなっています。こちらもゴム製のブッシング的なパーツがこの位置についてますね。そしてこのシャア専用ズゴック、このような感じの動力パイプがついてたんですが、量産型にはこんな感じでついてないですね、左側。そしてこちらが足の部分、左右へ少し可動とゴムのパーツがこちらにもつくような構造となっています。そしてこちらが腰部の内部パーツ、こちらにもゴム製のパーツを取り付ける作りとなっていました。非常にシンプルな腰部となっています。そして組み上げた内部パーツ、このような感じとなっていますね。もう完全にズゴックといった感じですが、この時点でもカラーリングが結構元のズゴックと違いますよね。さあそれでは外装パーツを取り付けた部分見ていきたいと思います。このような感じ、かなり色が違いますね。グリーンを基調としたズゴックという感じでしょうか。このような作りとなっています。
結構ズゴック外装パーツが取り外しやすいので、その点塗装とかしやすいのかなって感じですね。そしてこのコックピットハッチなんですが、こちらは可動ギミックがありました。そして腕部パーツ、このように外装パーツを取り付けてみると、合わせ目はどうしても出てしまうんですが、この位置ですね。このような感じの腕部となっていました。このアイアンクローの部分は3本爪となっています。シャアの場合は4本爪が付属していたんですが、今回はないですね。そして脚部パーツの外装パーツを取り付けた感じがこちら。この位置に合わせ目が出るような感じとなっているんですが、内部の構造が見えて少し色分けされているような感じになっていますね。このような脚部となっているんですが、足首なんかも結構可動域広めに取られていました。内部のゴムパーツがいい感じになっています。この部分はそこまで大きくは動かないような印象でした。そして腰部パーツですが、こちらもこのようなもう前後で挟み込むようなシンプルな作りとなっていますね。そしてこの中間位置のこの腹周りの部分のパーツ、こちらにもゴム製のパーツが使われているような感じの構造となっています。さあ、それでは全てパーツ揃いましたので、取り付け可動域見ていきたいと思います。まず下半身腰部との接続はボールジョイント、かなりこの辺り保持力はしっかりしていました。両足取り付けた状態がこちら。やはり色がかなり独特な色をしてますね。そして可動域ですが、結構足自体は可動域非常に広いんではないでしょうか。前後に関してもボールジョイントのため結構柔軟に動きますね。この辺りズゴックらしいですね。このような感じの開脚も可能となっています。そして膝に関してはこのようにグイッと曲げることができるようになっていました。そしてこの膝の付け根の部分は360度回転。そして足裏にはしっかりとこのスクリューですかねがついています。それでは上半身、こちらもボールジョイントでの接続、かなり保持力強め。両側とも取り付けて上半身の完成ですね。このような感じとなっています。そして腕部の可動域ですが、水平方向まで上げることもできますし、ボールジョイントのため結構可動域は自由に動かせることができました。ただズゴック、このアイアンネイルが結構外れやすいんですよね。根元からよく外れます。そしてこの肘の位置ですが、脚部と同じような感じの可動域。そしてこの位置も同じように360度回転することができます。さあ、それでは下半身と上半身取り付けをしていきましょう。ボールジョイントでの接続となっています。この辺りも保持力かなり高めですね。胴体の可動域も前後左右、そしてひねりもある程度可動域が設けられていました。こちらでズゴックユニコーンバージョンの完成となります。独特のカラーリングですね。そしてこのホイールシールはこの腕部のこの位置ですね、前腕部の方に貼るようになっていました。さあ、そしてかなり多い余剰パーツなんですが、これだけの量が余りました。これで同じ3300円っていうのもなかなかすごいなとは思うんですが、カラーリングの違う外装パーツがいくつか入っているので、余剰パーツを使って違ったカラーリングを作ることもできそうです。後ほど余剰パーツを使ったカラーリングも紹介していますのでお楽しみに。それでは完成。さあ、ズゴックユニコーンカラーバージョンですね。こちらすぐに完成したんですが、どうでしょうか。この見た目、カラーリングがやっぱり一番違いますよね。基本的にはズゴックなんですが、本当色違いといった感じの印象でしょうか。ただこれだけカラーリングが変わると結構印象も変わりますよね。結構この物合いの部分の赤いクリアパーツがついているのが個人的には嬉しかったんですが、このような後ろ姿、立ち姿も少し海というか森タイプという感じでしょうか。少しポージング撮ってみるんですが、ズゴックは武装類が基本ついてないので、このような膝立ちをさせたりだとか、腕と脚部でこうポージングの幅を利かせるというか、なかなかポージング取るのに困る機体でした。このような感じのやっぱり色になってるんですけど、かっこいいですね。やっぱズゴックはもともとシンプルな作りなんですが、結構名機だと思います。そしてカラーリングなんですが、この右側が余剰パーツで作ったカラーリング、結構色が変わりますね。
外装パーツの予備があるので改造やディテールアップにもってこいじゃないかなと思います。さあ、ズゴックユニコーンバージョンの素組みご覧いただきましたが、皆さんはどのような印象を持たれたでしょうか。それではエンディング。今回マスターグレード100分の1ズゴックユニコーンバージョンを素組みした感想ですが、以前マスターグレードシャア専用ズゴックを作ったこともあったので真新しさはなかったのですが、カラーリングはミリタリー調になかなか渋めとなっていました。今回は余剰パーツで外装系のパーツが大量に付属しているので、改造やディテールアップなどに使えそうなのが嬉しいですね。お値段もそのままが嬉しい空張りキットになっていました。個人的にはズゴックのキットは古いキットではありますが名機だと思っています。通常カラーの量産型ズゴックも欲しくなりました。まあ塗装すればいいんでしょうけど。それでは今回はこの辺で、初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。